近年カメラ業界は小型ミラーレスカメラ市場が激戦の舞台となっています。ソニーの ZV-10M2 や富士フィルムの XM5、キヤノンの R7 や R10 など各日本メーカーが最新の APS-C カメラを世の中に送り出す中、ニコンは Z50-2 を発売しました。初代 Z50 はファインダーを備えたエントリー機として多くのユーザーに支持されています。その後継機となるこの Z50-2 にはフラッグシップ機と同じチップ、そしてニコンの最新技術が詰め込まれています。この Z50-2 はただのエントリー機でしょうか、それとも新しい時代の基準となる存在でしょうか。今回はこの小さな Z の可能性を確かめていきましょう。どうも皆さんこんにちは、アキヤです。今回はですね、このニコン Z52 ですね、こちらをね購入しましたので、レビューをねお届けできればなというふうに思っております。こんな感じでね実機があるんですけれども、実はですね僕ニコンのカメラをね、こうやってしっかりとレビューするっていうのは初めてというふうになります。これまでにねニコンのカメラは登場はしていました。カメラ撮影対決企画であったりとか、めっちゃちっちゃい一眼レフもちょっとね企画で買いに行ったりとかもしたりとか、紹介したことはあんまりなかったけど ZFC というカメラもねすでに所有はしていたりで、触ったりっていうのはあったんやけど、ここまでねがっつり使い込んだことっていうのは正直なかったです。で、僕といえばねソニーのカメラのイメージがかなりあると思うんですけれども、ソニーのカメラを使っててそこまで不満もないし、全然ね満足してすごく楽しませていただいてます。ではなぜねこの Z52 について購入したかっていうところになるんですけれども、2024年僕がね結構メインコンテンツ、パワーコンテンツレビューとして作った ZV-10M2、そして XM5、もうここの2つががっつりライバル機に当たるわけですよ。で、キヤノンで言うと EOS R10 っていうのがねライバル機となりまして、で最近それもね僕しっかりと導入して全て使ったんですよ、このラインナップに関して。そこで Z52 だけは使っていませんでした。で発売も2024年の末ということで、やっぱりさこの52はどれぐらいいいのか、どれぐらいの存在なのか、最後に出してきた、最後に登場したこの Z52 に秘められたパワーっていうのは何なのかっていうのが気になったので、今回はね徹底的にね分析していきたいなというふうに思っております。僕もいずれねこういった Z52 から派生してしっかりとねニコンさんの最新のねフラッグシップカメラ Z8 とか Z6-3 とか9とかね使ってみたやすさっていうのはあるので、ちょっとそのねエントリーとしてしっかりとねニコンを知るというところからね始めていきたいなというふうに思いますので、それではね Z52 について見ていきたいなというふうに思います。まずはデザインから見ていきましょう。ニコンにはフィルム時代を代表するね FM2 からインスピレーションを得たニコン ZF とか ZFC っていうのがあるので、今回のニコン Z52 っていうのは見た目がとにかく売りというようなそういったカメラではないかと思います。とはいえ初代 Z50 からはデザインが大幅に変化していて、ミニ Z6-3 のような直線的なデザインに、ね、なったかなと思っています。初代の Z50 から約 100g ぐらい重くなっていて、バッテリー SD 込みで 550g と、少し重めの、エントリー機カメラではあるかなと思っています。ただですね、大きさはあったとしてもここのグリップ感っていうのがとにかくすごくいいので、めちゃくちゃ握っててすごくね使いやすいです。グリップが深いからこそそこまで大きくてストレスになるといったそういったことは全くないかなというふうにも感じられます。そしてこのモニターにも変更がありました。 Z52 はバリアングルモニターが採用されているんですね。初代 Z50 はチルト式だったので、僕はねこういった YouTube 撮影とかをしてるので、やっぱりこういったバリアングルで自分に向けて撮影できるっていうのがすごくね使いやすいところにはなっています。ここはね絶対賛否があって、チルト式っていうやっぱりこっちが普通にね変えるだけのものであれば光軸ずれせずにね撮影ができたりするので好みはあると思うんですけど、動画を撮る僕からしたらすごくね嬉しいところにはなりますね。さらにモニターが縦型表示にも対応しているので TikTok とかリールとかのねショート動画撮影でもすごくね便利な設計になっています。そしてですね、ワンステップで自分好みのカラーにね変更できるピクチャーコントロールボタンというところが追加されています。これは31種類のカラープリセット、色のプロファイルみたいなものをスナップブリッジアプリを通して読み込んで楽しむことができるんです。
ですね。このピクチャーコントロール自体がオートモードでのね、撮影に対応しているというか、色だけ決めて他はオートで撮るといったことができるので、もうカメラ任せに自分の好きな色で撮っておけば、一旦ね、とりあえずめちゃくちゃ簡単に好きな色を実現できるっていうところがね、魅力的かなと思っています。で、僕はね、この ZFC というカメラをね、所有はしてるんですけれども、こっちはどちらかというとデザイン重視のカメラにはなります。ただ、この Z シリーズという、本当にね、今のニコンのミラーレスっていうものをね、初めてこうしっかりとね、使ったんですけれども、結構ね、ボタンの配置とか使いやすさっていうところに驚きました。露出、ISO、録画の3連ボタンは Z9 などのフラッグシップ機と同じ設計で、ボタンを押しながらダイヤルを回すことで調整ができるのは非常に直感的でやりやすいです。しかもこの Z52 にはここ内蔵フラッシュが搭載されているので、暗所での撮影とかポートレートの撮影にすごくね、活用できます。個人的にね、フラッシュの表現が結構好きなので、これが標準装備っていうのは、一眼レフカメラって結構あったんですけど、ミラーレスでもしっかりとあるっていうのが割とね、僕は嬉しいところにはなりますね。そしてこの背面の十字キー自体っていうのは回転はしないんですけれども、前面にファンクションボタンがここ1つ2つと割り当てることができるので、割り当てが足りないというような、そういったことはね、あまりないかなというふうには感じました。ファンクションボタンを1つ押しながらそのまま2つのダイヤルをコントロールして調節を可能と、そういった操作感になるんですけど、慣れるまで少しね、時間はかかるんですが、慣れればね、結構直感的な調整が可能だったりするので、この仕様は結構ね、楽しかったです。それではですね、ここから Z52 のね、スペックを見ていきたいなというふうに思います。Z52 は2088万画素の APS-C センサーを搭載しています。センサー自体は初代の Z50 から据え置きではあるんですが、Z9、Z8 などに搭載されている画像処理エンジン XPEED7 をね、搭載しているので、結構ね、センサーは同じでも全く別のカメラといっても過言ではないんですよ。この XPEED7 をね、搭載したことによって、大きくオートフォーカス性能と被写体建設機能が向上しました。人物、犬、根っこ、鳥、飛行機、車、バイク、自転車、列車のなんと9種類のね、被写体を検出し、AF が追従してくれてるので、カメラ初心者でもあまりフォーカスを気にせずに、しっかりと被写体をね、捉えることを最優先にね、することができます。しかもこれ認識を自動切り替えと独立切り替えをすることができて、撮影する被写体に応じて最適な設定にすることが可能なんですよ。これが本当に良くて、認識はできるけど、一回一回設定をしないといけないって結構手間なんですよ。例えばワンちゃんとか猫を撮りたい時に、飼い主さんと一緒に撮りたいってなった時に、人を撮る時とか、逆にワンちゃんを寄って撮りたい時になった時に、一回一回切り替えないといけないんですよね。でもこのカメラは自動で認識をしてくれるので、ワンちゃんに近づけばワンちゃんを認識してくれるし、離れれば飼い主さんを認識してくれたりと、このね、自動認識っていうのはめちゃくちゃ良かったです。そして起動時間も速くなったり、モニターとファインダーの切り替えがスムーズになったりと、操作面でも処理エンジンの進化をね、実感することができます。ただね、ちょっと個体差かもしれないんですけど、撮影のね、プレビューをしてる時に何回かね、フリーズしてしまうというようなことが結構頻繁に発生しました。これね、個体差があるのかもしれないんですけど、ちょっとね、バッテリーを抜いて再起動ということが結構あったので、ちょっと挙動自体が、若干ね、不安定なところが、僕のこのね、カメラでは、抜けられたかなといったところはあります。そしてこの新しい処理エンジンによって動画性能も向上しました。最大 4K60 フレームの10ビット N ログ収録、5.6K オーバーサンプリングで 4K30 フレームの撮影も可能です。最近のミラーレスカメラは 4K60p の搭載が主流にはなりつつあるんですが、13万円というエントリー機にも妥協せず、しっかりとね、この辺を対応してくれるのは嬉しいポイントです。ただ 4K60 フレームだと 1.5 倍のね、クロップはかかってしまうので、ここは一つ注意点かなと思います。で、この 4K60 フレームというのは記録容量もね、データサイズも大きくなるので、この Z52 は SD カードスロットが UHS-2 に対応しました。ただね、全体的に良くはなってるものの、カード自体はここの1枚しか入らないので、業務用途ではね、やっぱり少し不安があるかなといったところにはなります。ちなみに最高画質の H265 10ビット MOV N ログで収録をした場合に、256GB の SD カードに 4K30p で撮影をした場合、約2時間5分の映像を記録することができます。一方で 4K60p で撮影をした場合は、約1時間21分の記録をすることができます。そして熱耐性とバッテリー持ちについてもいろいろと検証してみました。こちらも画質は 4K30p の最高画質で記録をしていて、23度の室内での動画撮影検証では、熱停止する前にバッテリー切れとなり、1時間17分で停止しました。真夏のね、暑い環境でのね、検証はできていないんですけれども、熱停止というよりは、まずはバッテリー持ちの方がね、先に課題かなというふうに思います。実際にね、動画を1日撮影してると、やっぱり2、3個はね、バッテリー必要かなというふうにも思ったりするし、あと個人的にね、少しいまいちだったところが、パーセント表示ができないんですよ。バッテリー残量を3メモリ表示で確認する必要があって、あんまり残量がわからないというね、不安があったりします。で、これに対して挙動もね、少しおかしく
くて、赤い警告表示になっていても、電源をね、再起動したら2メモリまでね、復活してるみたいな、そういったちょっとバグというか、なんかね、そういったことも何回かあったんですね。まあ、これだけね、小型なボディにたくさんの機能をね、埋め込んでくれているというところもあって、まあ、バッテリー消費が早くなってしまうというのはね、もちろんね、仕方ないことではあるんですが、まあ、もう少し持ったりとか、あるいはパーセント表示でしっかりとね、的確なものをね、表示してくれたら、すごくね、僕たちももっと使いやすくはなるかなといった印象はありました。はい、ここまでで、このカメラについてね、少し理解がね、できてきたかなというふうに思うんですけれども、価格についてです。価格はですね、マップカメラで13万680円となります。この価格帯のカメラめちゃくちゃありますよね。ソニーの ZV-10M2 だと13万5800円。富士フィルムの XM5 であれば12万2760円。キヤノンの EOS R10 であれば11万8880円という、めちゃくちゃね、ライバル機たちもいい価格を揃えています。で、これら4つを僕の中でそれぞれ決め方として優先事項をつけてみました。とにかく安く済ませたいという方は、キヤノンの R7 がおすすめだと思います。ボディ価格も安いし、フルサイズ用の 50mmF1.8 レンズは3万円前後で購入することができます。これらセットでめちゃくちゃ高品質な画質が撮影できるので、価格重視で揃えたい方はおすすめ。で、そしてほとんど動画面で行く方、写真をほとんど撮らないよっていう方は ZV-10M2 が圧倒的におすすめです。やっぱりトータルシステムがかなり軽いという良さがあるので、ジンバルであったりとか、動画っていうのは長時間カメラを持つことになるので、そういった負担軽減というところにもつながるかと思います。そして写真や動画の色味を本当に楽しく楽しみたいのであれば、僕は富士フィルムの XM5 がおすすめです。まあ、各メーカーいろんなね、これもピクチャーコントロールボタンもあったりするんだけど、やっぱり富士フィルムのフィルムシミュレーションっていうのはマジで素晴らしいんですよ。フィルムシミュレーションっていうのは元々のフィルムを模倣してるわけですから、やっぱりね、色味に間違いをないと感じやすかったりとか、フィルムグレインをつけれたりとか、ロー写真を撮っておけばカメラ内で再現像もすることもできたりするので、やっぱりトータル的に色の楽しさは富士フィルム XM5 だと僕は思います。そしてこの Z52 がね、いいなと思うのは、写真や動画もちょっと本格的にやりたい方です。他の3つのカメラと比べてできることも多かったり、ボディの外観の質感とか含めてカメラとして本当に楽しかったりとか、カメラというものをそもそも知れたり、カメラに対して学びを得たりとか、そういったことができるカメラではあるので、まあ、少しね、今後ね、ステップアップも考えて本格的にね、やっていきたいなと、趣味にしていきたいなという方は Z52 がね、マッチするんじゃないかなと思います。ぜひですね、皆さんもね、どれがいいかと思うのは、ぜひね、コメントでいただければなと思います。ということで、ここからはですね、実際の使用感というところをね、お話しできればなというふうに思います。僕のね、撮影体験をね、お話しできればと思うんですけど、まずね、本当に感じたこととしては、カメラ初心者さん、ニコン入門機に最適だったなと思いました。まあ、僕も初めてね、新品でカメラを購入したんですけど、ニコン入門なんかできた気がしています。なんといってもやっぱり AF やね、XPEED7 によるもう本当に被写体検出機能ともこの AF っていうのがマジで素晴らしいです。まあ、ちょっと余談なんですけど、僕最近ワンコを買いまして、めちゃくちゃね、可愛いんですけど、そのワンコのね、写真をね、ちょっと家とかで、まだね、外に出歩けないんですけど、まあ、家でちょっと撮ったりし始めてるんですけど、まあ、こういった写真とか動画がね、本当に簡単に撮影できるんですよ。で、これもちろん僕だけが撮影してるわけじゃなくて、まあ、パートナーがね、撮影していったりもするんですけど、まあ、そういったこうカメラをね、ほぼ使わないような人たちでも、すぐにね、このピントをしっかりとね、合わせて撮影することができるので、このね、楽しさっていうのはね、やっぱりあるかなと思います。で、あとはね、コスパですね。やっぱりね、コスパがね、結構エグいと思うんですよ。これ、いろんな方が言ってると思うんですけど、コストパフォーマンス、安さだけで言ったら EOS R7 とかの方が安いんですよね。ただですね、実際に植え込まれている内容っていうのは、もうこれが最もね、多いと言っても過言ではないと思います。特にですね、M5 と ZV-10-2 ってこのファインダー自体がないんですよ。ファインダーがないので覗けないと。あとはね、こういったフラッシュもなかったりするので、こうフラッシュを大抵撮れないと。ただ EOS R7 にはね、入っていたりはするんだけれども、でも実際のソフトウェアみたいなところはやっぱこっちが入ってるんですよ。結局、ハードだけじゃなくて、ソフトもしっかりと入ってるっていうのが、このね、カメラの魅力かと思ってます。それら全てを考えた時に13万円っていうのは、かなりコスパはね、いいんじゃないかなと、やっぱり改めてね、言えるかなと思っています。で、その他にも、やっぱこのファインダーとモニターの切り替えがとにかくスムーズで、わかるこの一瞬でこの切り替わりの速さ。ソニーのね、α7 IV とかって、このモニターがしっかりとこうカチッとなってないと、ここが切り替わらない。ここがね、ちょっと横になってるとね、切り替わらないとかっていった仕様になるので、もうそれと比べたらめちゃめちゃね、使いやすいかなというふうには感じますね。で、ちなみにね、シャッター音が結構僕は好きです。こんな感じ。結構スカッとはしているんやけど、メカシャッターがしっかりとね、降りてる感じもあるし、振動も手に伝わってくるので、撮っていてかなり気持ちいいですね。まあ、ニコンさんはね、まあ、F3 とかフィルム時代からね、もうたくさんの名機があるやっぱりカメラメーカーなので、まあ、なんかこういったね、操作感っていうところにもしっかりとね、細部までこだわりがあるのかもしれませんよね。で、あとはね、多分サブ機にも最適なんだろうなというような予測がなんかできるカメラではありました。そもそもまずこのボディデザインがね、4つのカメラの中で最もね、これは品質がいいです。これこだわって作られたね、ボディ
っていうのがまず一目でね、わかるデザインになっています。で、そしてこのね、3連ボタンであったりとか、ファンクションとかのボタン配置っていうのも上位クラスのね、モデルに比べてしっかりと搭載されているし、物理ボタンのね、トータル個数で言うと、やっぱり少なめかもしれないんですけれども、設計自体がね、かなり近いところがあるというところで、やっぱりね、サブ機としても使いやすいのかなというふうには感じます。で、他にもですね、これ動画を撮影するとわかるかな、ここにタリーランプがついています。で、もちろんね、ここ赤枠表示も出たりするので、もう動画を撮影してることが本当に分かりやすいっていうところもわずかなね、心遣いではあるんですが、こういったところはね、非常にいいなと思いますね。こういったタリーランプってね、Z9-8 とかにはなかったりとか、ピクチャーコントロールボタンもこのカメラが初めてだったりするので、他のね、ニコンカメラを使っている人でも、なんか新しい体験がね、このカメラでできるっていうのは、良かったりはするかなというふうには思いますよね。で、逆にですね、一方でちょっとね、っていうふうにね、思ったことも結構いろいろとあるんですが、ソニーユーザーならではのちょっと使いづらさっていうのがね、やっぱりどうしても感じることがありました。というのも、このマウントとかレンズキャップのこの辺がね、全部逆なんですよね。ソニーのカメラとかって普通こっちに回すんですけど、ニコンカメラはこっちに回すんですよ。で、撮るんですよね。レンズをつけるときもこれをこっちに回すという風になるので、結構全部が逆になるっていうのが、こんなこと文句言っても仕方ないんやけれども、いかにね、そのレンズのね、マウントっていうのが、その方向によってね、こう染み付き具合っていうのがあるのかなっていうのがね、感じたんですけど、結構違いますね。で、さらにね、ここの連写ボタンがですね、これ、わかるかな、こう押しておかないとできないんですよ。押しながら変えるという風になるんですね。なので、これを押してトントンじゃいけなくて、押してトントンと。で、ここを変えるしかないというので、ちょっと使いづらいなと。連写のこう秒数、タイマーの秒数を設定したいときに、絶対両手がいるみたいなことになるので、特にね、こう冬の撮影の時とかってあんまり手を出したくない。右手だけでやりたいみたいな時とかに、両方出さなあかんみたいな感じになっちゃったりはするので、もうそんぐらいやれよっていう話ではあるんやけど、ちょっと地味にね、両手いるんかみたいな時は何回かありましたね。で、あとはですね、動画撮影時に露出をね、確認する指標がないんですよね。ソニーとかルミックスのカメラって、プラス何本みたいな、プラマイ何本っていうような、こう、指標が出てくるんですよね。このカメラでヒストグラムとかをね、出すことはできるんだけど、今プラス何本ですよっていうのがちょっと見えなかったりはするので、この辺がね、若干不安なところはあったりします。で、あとはですね、SD カードスロットが下にあるということですね。ZV-10-2 とかは横にね、独立でこっち側にあったりはするので、ここがね、ちょっと使いづらさはあるかなといった形ですね。で、あとはですね、この音、これがね、カチャカチャ鳴っちゃう。ソニーの7 III っていうカメラとかもね、結構ね、思い出すような感じなんですけど、ちょっとね、この動画とか歩いて撮ったりすると、ちょっとカチカチ音がね、入らないことはないかなと思うので、ちょっとこの辺が気になるかなというふうには感じますかね。で、あとね、ちょっと多くて申し訳ないんですけど、ログ撮影時にちょっとノイズがね、目立つかな。N ログで撮影をしてて、普通にめっちゃ綺麗やし、全然ね、なんかすごい楽しかったんですよ、グレーディング自体は。ただ、なんか環境が悪いと、すごいノイズが乗るんですよね。ノイズが乗らないシーンもね、たくさんあったんですけど、ちょっと謎なんですけど、ノイズがね、ちょっと乗りやすい気がする、個人的に。N-Log-ISO のベースが800だと思うんですけど、で、そこからなんか拡張 ISO のようなもので、なんかこう、露出を下げることはできるんですね。ただそこじゃなくて、最低ベースの800で撮影をしてても、ちょっとノイズ多い気がするんですよね。で、あともう一点だけ、ローリング現象ですね。これもちょっと目立ちますね。これはね、やっぱこう、カメラを振って、こう、動いてるようなものを撮ったりするときに、結構ね、やっぱこう、本来縦で映るべきものが、ちょっと斜めになっちゃうみたいな、こういったね、現象が起きてしまうんですけど、これがね、ローリングは割とこのカメラ、感じるなというふうに感じました。で、最後はですね、手ブレ補正ですね。手ブレ補正も電子手ブレ補正しかないので、これはね、もうこの価格帯のカメラ、みんなそうなんですけど、やっぱちょっとね、気は使いますよね。特別ね、他のカメラに比べてめっちゃブレれるかって言われると全然そうじゃないし、普通にね、ボディ内手ブレ補正っていうのはないよっていうことをね、皆さんにお伝えしておきたいんですけど、逆にですね、ニコンさんの強みが一つ発覚したのが、レンズ内手ブレ補正あるレンズが結構多いんですよ。なので、別にこうボディ内がなくても電子とレンズ内で補正すれば結構効くのがあったりはするので、ここはね、大きなポイントだったかなというふうに思いました。ただ逆にですね、そもそも DX レンズがマジで少ないなというふうに思いました。このニコンさんのね、APS-C レンズってこう DX というね、文字があるものになるんですけど、なんと驚きの純正5本しかないんですよ。この選択肢がね、若干悲しかったかなと思いました。なので、必然的にね、フルサイズレンズをね、選びがちになるかなという風なところがあるので、若干初心者の方にはかわいそうかなというふうに思いました。ただですね、この Z52 がね、結構大き
きい作りになってるので、こんな感じでフルサイズ用のレンズをつけてもなんかねしっくりくるんですよ。これがね逆に Z52 のねすごいなと思ったところです。でそしてこのキットレンズですね。このキットレンズはねかなり良かったで、かなり綺麗ですね。これニッコール ZDX1650 の F3.5 から 6.3VR なので、レンズ内手ブレ補正を搭載しているレンズですね。もう描写性能がねかなり良くて、本当にクオリティがいいなと思いました。もう自撮りにもめっちゃ向いてるし、このカメラはね美肌補正モードも弱中強ぐらいでつけれるので、本当にねセルフィーとかもねめちゃめちゃ画質を綺麗にね撮ることもできるし、で非常にコンパクトでね持ち運びもしやすくて、本体から 18,810 円プラスで手に入るから、もうこれキットレンズで買っちゃうっていうのがめっちゃいいんじゃないかなというふうには思います。ただですね、これ使う時にこのズームリングをここからここまで回してから使う必要があるので、基本はね伸ばしておかないといけないっていうのがあったりとか、電動ズームができないっていうね、逆にこうちょっとデメリットっていうのは他の4機種のキットレンズと比べてはあったりはするのかなと思ったりするので、その辺はねできないんだけれども、これ自体はすごく小さくて運用もすごくしやすかったなというような印象です。はい、ということでですね、それでは最後にですねおすすめのねレンズをね、紹介したいと思います。ちょっと僕もたくさんねニコンさんからお借りしていて、これ良かったなっていうようなレンズをねちょっとピックアップしていこうかなというふうに思うんですけれども、まずこちらですね、DX1228 の 3.5 から 5.6PZ パワーズームですね。かなり広いね画角で撮影をすることができます。ダイナミックな撮影とか風景写真とかね、すごくねこの APS-C ラインでこの広角を用意してくれるっていうのはね、僕は非常にいいなというふうに思います。明るいレンズではないので、暗い撮影とか、シャッタースピードを稼ぎたい時とかにはあまり向かないっていうのはあります。ただですね、定点で夜にね星空を撮るみたいな時にはもうめちゃめちゃ最適で、すごくね全然使えるレンズになるので、これはね価格も安くて47,000円ですから、これはね結構本当におすすめですよ。 DX レンズマジで安いんですよ。ここはねニコンさんマジで素晴らしいです。そして他にもありますよ。これがですね DX24mmF1.7 ですね。これが本当にね一旦単焦点持っとくのおすすめですよ。これ換算で 35mm の F1.7 単焦点で、結構僕 ZFC とかでもたくさん使ってるんですけど、このレンズはねマジでもう写真めちゃめちゃ楽しいです。で動画も背景をぼかしてねたくさんね撮影できたりするので、困ったら単焦点レンズの入門にはこれがいいんじゃないかなと思います。 35mm 単 F1.7 でこのね小ささやからマジで使いやすい。ただですね、使ってみててなんか画質で感動することはないんですよ。普通に綺麗やしいい感じで撮れるし便利やけど、なんか超感動することはない。なのでそういった方におすすめしたいのがこれですね、 35mmF1.4 のニッコールレンズでございます。これはねなかなかいいですよ。換算でね 52.5mm ぐらいの、単焦点なので、一番ねもう本当にザっていうようなね写真が撮れるんですけれども、圧倒的にねもう絶対にスマホとは違うような表現ができるレンズになっています。描写性能もねめちゃめちゃいいんだけれども、価格もですね9万ぐらいでね購入することができるので、高いんやけど、でもフルサイズレンズがねこの価格だったらそんなね超高いってわけではないと思うので、比較的こう画質を求める方であればこっちがね結構いいんじゃないかなと個人的には思いますね。ただこのレンズに関しては手ブレ補正はありません。なのでちょっとねその辺注意しないといけないっていうのは、撮影時特に動画はね感じるかなといった印象があるんですが、 Z52 でね明らかにスマホとは違うものを撮りたい、感動した写真動画を撮りたいという方はこっちの方がおすすめかなと僕は思っております。であとはこちらですね、先ほども紹介した 70-200mm の F2.8S ラインのレンズになっています。ちょっとこれはねおすすめはしづらいんだけれども、これで撮るのマジでエグくてボディのね2倍ぐらいしちゃうレンズをねおすすめはなかなか正直できなくてちょっと申し訳なさあるんやけど、でもねこの S ラインと呼ばれるこのレンズが、ニコンさんでいうね光学性能とか、描写性能が本当にこう一級品のものっていうようなもので、かなりですね写りが違ってくると。でその S ラインの、7ニッパと呼ばれるね 70-200mm のレンズになります。でこれはね Z52 で使うと、換算でねもうちょっとこう寄れるので、よりですね、300mm ぐらいまで寄れて撮影ができるので、本当にねこれはすごく楽しいレンズになっています。手ブレ補正も効くので、ちょっと鹿をね撮っていたような動画とかでも本当に安定して、動物をねしっかりと表情をね捉えることもできるし、これがさボディをさ10万円台とかのもので撮ってるとは思えないじゃないですかっていうような作例がねバンバン撮れてしまうみたいなっていうようなちょっと魔法のようなレンズにはなってくるので、必ずしもこれが絶対いいですよっていうとかではなくて、S ラインっていうのがあるので、もう一級品のね画質性能光学性能を求めたいっていうような方には、そういったねもの、あとは 35mm の F1.8S ラインとかもあったりするので、その辺をねちょっと選んでいただくのがいいのかなっていうふうに思います。あるいはねこう安く済ませたい方っていうのはやっぱこの DX レンズっていうのが本当にねおすすめなので、ぜひですねこの辺チェックしていただければなというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ですねニコンの Z52 をねレビューをさせていただきました。
いやーもうね、なんかニコン入門ちょっとできてきたかなと言えるような、動画、このちょっと制作期間ではあったんですけれども、すごくですね、やっぱこう日本メーカーのね、しっかりとカメラをね、こう今改めて知っていくってすごく楽しいですね。もうめちゃめちゃやっぱ楽しいです。はい。で、R7 のね、方も最近買いまして、ちょっとこれはね、2022年ぐらいのカメラになるので、一応レビュー動画作ろうとは思ってるんだけれども、ちょっとね、その辺のニーズとかももしね、皆さん感じることがあればぜひ教えてください。で、ちょっとね、Z52 のね、僕のチャンネルでのね、人気具合がわからないんですけど、もし好評であれば、ちょっと Z52 のね、設定とか、なんかいろいろとこれの、なんやろな、ちょっといろいろとね、Z52 を一緒に使っていくためのね、コンテンツなんかもシェアできればなというふうに思ってるんですけど、ちょっとその辺いかがでしょうか。ぜひね、コメントで書き込んでいただければなというふうに思っております。ということで、この動画が役に立ったよ、良かったよっていう方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ぜひよければ、Z52 のね、購入を迷っている友達とか家族とか、届いた人たちにもシェアしていただけると嬉しいなというふうに思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。